こんにちは。6月20日日曜日です。今日はそれが EMP 兵器による攻撃なのか、それともただの停電なのか、これを5分で判断して先行スタートを切る方法というのをご紹介したいと思います。ご紹介するテーマは全部で4つです。1つ目、 EMP には2種類あります。2つ目、 EMP によってどんな脅威が発生するのか。3つ目、 EMP 攻撃かただの停電かを判断するための基本的な方法。そして最後4つ目はまとめになります。では早速1つ目、 EMP には2種類ありますということで、 EMP には2種類あって、1つ目は太陽が発生する太陽フレアによる磁気嵐っていうものですね。でもう1つが攻撃ですね。いわゆる EMP 兵器というものになります。で、太陽フレアの方に関しては早期に発見ができるようになってきているので、地球にね、その太陽フレアが届くまでの時間があとどれぐらいっていうのが計算できて、でその間に対策を取ることができるようになってきているみたいなんですけれども、攻撃の方に関しては攻撃が来てるぞっていうことはわかるんですけれど、攻撃自体は止めれないんですね。で、爆発も止められないので、どうしようもないと。それで世界的脅威だというふうに言われています。では2つ目、 EMP によってどんな脅威が発生するのかということで、太陽フレアにしろ攻撃にしろ電気は全部止まってしまうんですね。で、電気が止まるだけだったら乾電池式のものなら動くのかなっていうふうに思いがちなんですけれど、電気を使って動かすものは全部壊れてしまうそうなので、乾電池をいくら備蓄してあっても家電そのものが全部壊れるということで使えなくなってしまうそうです。でもちろん車も使えませんし、公共交通機関も全部ダメになります。では3つ目ですね、電磁パルス攻撃なのかただの停電なのかを判断するための基本的な方法ということで、まずは電気がつくかどうかを確認します。で、次にブレーカーが落ちてないか、これを確認します。で、その次に携帯電話を確認して、でさらにですね、自宅にもし固定電話があればそれが通じるかどうかを確認します。で、ここまで確認してどれも全部ダメだった場合、車をチェックしに行きます。で、エンジンがかかるかどうかっていうのと、車のラジオが聞こえるかどうかっていうのをチェックします。で、ここまで全部アウトだった場合、これはもう EMP が発生してるっていう風に見なしていいと思います。で、ここまでがだいたい5分ですね。で、ここからは予備的な確認ということで、万が一ね、車のバッテリーが切れていたり携帯の充電が切れていてチェックができないっていう場合や、あと地域的な停電に重なってしまってた場合っていうのに備えて、ご近所の方と一緒に確認を取り合ってみたり、もし、自宅の近くにね、コンビニとかドラッグストアとかそういったお店があれば固定電話を必ず置いてあるはずなので、その電話が通じているかどうかっていうのを一度確認してみてください。で、最後に、これはあんまり想像したくないんですけれど、夜になったら都心部の方を見てみてください。っていうのは、都心の方では火災が発生している可能性があるんですね。で、しかもその消すことができないのでどんどん増えていっちゃうっていうことで、本来なら停電で真っ暗になるはずにもかかわらず、都心の方がね、もし空が光ってこう赤くなっているような感じがしたら、もう間違いなく EMP だなというふうに判断していいと思います。で、もっと手っ取り早く確認するためには、停電したら、いの一番にね、車をチェックするのが一番早いかなと思いますね。車チェックしてエンジンがかからなかったりラジオが聞こえなかったら、もうその時点でちょっと EMP を疑って行動を始めた方がいいと思います。では4つ目、まとめですね。 EMP がもし発生してしまったら、都会を離れて水源が確保できる場所へ移動しましょう。というのはですね、もし都会に住んでいる場合っていうのは、先ほどもお話しした通り火災が発生する可能性が高いんですね。でも車は動かないので、消防車も救急車も動かないっていうことになるんです。そうすると火は消せないし、怪我をしても誰も助けに来てくれないっていうことになるので、都会はとにかく危ないので離れた方がいいですね。とはいえ車が動かないので、どうやって移動したらいいんだっていうことになるんですけれど、本当にね、徒歩か自転車になってしまうんですね。
なのでもしご自宅にとどまるっていう判断をした場合は、家の近くで火災が発生しないかっていうのを、注意して見ておいて、万が一の時すぐに家を出られるように準備しておくといいと思います。ただ本当にそれが EMP だった場合っていうのは、世界がめちゃくちゃになるまでに数週間ぐらいしかかからないそうなんですね。で、専門家の中には、もし EMP っていう事態に陥った場合、電力網を完全に復帰させるためには4年かかるっていう方もいらっしゃいます。なので万が一 EMP が発生してしまったら、本当にね、必要最低限の荷物を持ってソロキャンプ行くような感じですかね。バックパッカー的なね、できる限り人の多い場所から離れて、自然の水源があるような場所を探して、そちらにね移動するといいんじゃないかなと思います。ということで、今日は EMP 兵器による攻撃か、それともただの停電かを5分で判断して先行スタートを切る方法というのをご紹介しました。もちろんですね、こんなことは起きない方がいいですし、そうならないことを祈っているんですけれど、アメリカは今ご存知の通りサイバー攻撃がすごいので、なんていうんですかね、その上空でドカーンって爆発させて EMP 攻撃っていうよりかは、サイバー攻撃みたいな感じでね、その地域的になんかグリッドがダメになるっていうことはあるんじゃないかなと、実際起きてますしね。ガソリンだったり食肉だったりっていうので実際起きてるので、万が一の時のためのことはね、少しシミュレーションしといた方がいいかなというふうに思っています。ただ電気が止まるだけで車と家電が動くっていうの、それぐらいだったらね全然大丈夫だと思うんですけれどね。ちょっと上空でドカンとやるのはやめてほしいなと思う今日この頃です。ということで、今日はこの辺りで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。